ハピラボ。皆さんどうもこんにちは、ラッキージャンク評論家のかきさんです。今回は久しぶりに寄ったハードオフで、ちょっとびっくりするようなものを見つけました。まあ、もう見えてるので皆さんお分かりとは思いますがデスクトップ PC になります。こちらは仕事帰りにハードオフに寄った時に、レジ横の足元にポツンと置かれていました。価格を見て、ケースだけか、と思い、軽く持ち上げてみると結構重い。あれと思い横の通風口から中を覗いてみると、なんとマザーボードや電源などが入っていました。いやー、もう速攻レジに持ってきました。カメラだとわかりにくいのですが、CPU クーラーもついてるようなんですよね。フロントのシールには Core i7 と書いてあります。しかも、このシールはインテル第2世代のシールなんですよね。クーラーもついてるし、ワンチャン CPU が入っているかも。しかも値段は驚異の500円。かなりの破格ですよね。ウキウキで持って帰ってきました。これは中を確認するのが楽しみ。ちなみにリアの部分はこんな感じ。残念ながらグラフィックボードは刺さっていませんが、電源とマザーボードがちゃんとついているのが確認できます。それではまずは動作確認といきたいのですが、隙間から確認した時にメモリが刺さっていないのが見えたので、まずはケースを開けて中身を見てみたいと思います。あ、そうだ、ケースの上部には Windows 7のライセンスシールが貼られていました。これ動けばすごいお買い得だよね。それでは開封していきましょう。まずは横の蓋を外すためにここのネジ2本を取り外します。ネジが外れたらケースをスライドして開封。中身がお目見えしました。中は結構綺麗です。クーラーの隙間から CPU は見えないな。この状態じゃちょっと CPU がついてるかわからないですね。やはりメモリも刺さっていませんでした。メモリが抜かれてるっていうことはおそらく CPU もついてないよね。その他にも CMOS 電池が取られていたりするので、主要なパーツは抜かれていそうです。DVD ドライブやストレージも取られていますね。使えそうなパーツは抜かれている感じがします。ちなみにマザーボードは ECS 製となっており、型番は H67、H2、M4、V1.0 というものでした。電源は FSP 製の 500W 電源が搭載されています。認証は80プラスですね。ゴールドやブロンズなどがついていないスタンダードなものとなります。多分、一縷の望みをかけてクーラーを外して確認してみましょう。これ、マザー壊れてたら旨味なさそうだな、と思い CPU クーラーを外していると。マジ？ CPU 入ってたあったよありました。CPU がついていました。グリスで型番が見えないので、グリスを拭き取って型番を確認したいと思います。グリスは乾燥してカピカピなので簡単に取れますね。ティッシュで拭き取ってみると。やば。i7-2700K が搭載されていました。まさかの K 付きモデルです。正直びっくりしました。これ中古相場6000円くらいしますよ。とりあえず、グリスが横に落ちてしまったりしてるので、清掃がてらソケットのピンも確認しておきましょう。CPU を外してみるとソケットもかなり綺麗な状態でした。ピンの折れや曲がりもなさそう。これなら問題なく動きそうですね。では清掃した CPU を戻して動作確認をしていきましょう。まずは CPU クーラーを戻すために清掃をします。CPU との接地面を無水エタノールできれいに洗浄しておきます。これで OK ですね。よく拭いてきれいにしておきました。ではグリスを塗って CPU クーラーを戻していきましょう。クーラーを戻し終わったらしっかりとコネクタも挿しておきます。とりあえず一度最小構成で確認をするために、メモリはこちらの1枚を挿しておきます。今回使用するのはエリクサーの 4GB メモリ1枚、1333MHz のものですね。メモリを挿し終わったらボタン電池もつけておきましょう。パソコンのボタン電池ってこの KTS ってメーカーのが多いですよね。さて、これで準備は完了です。早速動作確認していきましょう。はい、準備ができました。今回、マザーボードに HDMI 出力がないので D サブのケーブルを取り付けしました。主電源も入れてと。それでは電源を入れてみましょう。スイッチオン、CPU クーラーは回り始めました。通電は問題なさそうです。しかし、しばらく経っても映像は出ませんでした。ビープオンスピーカーつけたいけど、ビープピンがマザーについていませんね。あれ？やば、SATA ケーブルが両方とも SATA ソケットに刺さってる。急いで電源を落として引っこ抜きました。再度電源を入れてみるとクーラーの挙動がちょっと違う。
シーモスクリアをした後のような挙動ですね。しかし、映像は映りません。となるとマザーの故障かメモリとかの接点不良かはたまたケーブルか。ケーブルを DVI に変更して再度チャレンジ。モニターもこちらのサブモニターに変更しました。果たして映像はしっかりと映し出されました。壊れてはいなかったようです。やったー、これはラッキージャンクですね。500円で生きたマザーボードと電源と i7-2700K が手に入りました。かなり美味しすぎる。それでは BIOS に入ってみましょう。出るボタンを連打すると、問題なく BIOS も表示されました。CPU もしっかりと i7-2700K で表示されています。それでは最小構成のままだと微妙なので、ちょっと増設していきましょう。まずはジャンクグラボを搭載してみたいと思います。グラボはこれまたハードオフで購入した GTX760 です。これも1650円と破格でした。果たしてこれも動くのだろうか。動けば世代的にもマッチすると思うんですよね。それでは搭載してみましょう。取り付けも完了しました。それでは電源を入れて確認してみましょう。無事ファンは回っております。果たしてグラフィックボードの映像出力はあるでしょうか。無事映っているようです。グラフィックボードも生きてそうですね。ここから先は OS を入れてみないとわからないので、Windows 10を導入してみたいと思います。導入部分はカットして、OS 起動後から見ていきましょう。導入も終わりました。まずはタスクマネージャーの確認。しっかりと CPU も GPU も認識されてますね。どちらもジャンク購入でしたが、ノイズも出ることなく動いてます。全部ジャンク品なので、SSD とメモリを含めても5000円以内で組むことができました。ではベンチマークを回してみましょう。ベンチマークは FF14 ベンチマークをやっていきます。フル HD の高品質でどれだけスコアが出るでしょうか。ベンチマークを回してみると GPU の使用率がほぼ 100% に張り付いていました。温度は問題なさそうですが、GPU がボトルネックになっているようです。最初から最後まで通しての平均フレームレートは50程度、最低フレームレートは21でした。映像を見ている限りではそこそこ滑らかでしたが、高品質では少し厳しそうな印象。最終的な評価はやや快適となりました。一つくらい設定落とすとちょうどいいかも。実際のゲームとして Apex もプレイしてみました。効果前なのですが、CPU も GPU も使用率がかなり高いです。めっちゃカクカクです。効果後 FPS が少し落ち着くと 50fps 程度まで回復しましたがフル HD でのプレイは少し厳しいかも。低い時だと 30fps くらい。HD 画質ならなんとかなのかな。このグラボ、もう少し強いと思ってたけどこのくらいなのか。ということでゲームもこのくらいで終了。総額5000円程度と考えれば最新ゲームができるだけいいと思いました。ということで今回は500円ジャンクデスクトップ PC をいじりました。CPU もマザーもしっかりと動作品でかなりラッキーでしたね。久しぶりに当たりだと思います。ということで今回の動画はここまで。いつも見ていただきありがとうございます。それではまたバイバイ。